バランストレッチチャンネルです。今日は太もも激痩せストレッチをご紹介していきます。この動画を最後までしっかり見ていただくと、あなたは太ももが一回り細くなる習慣を身につけています。ぜひ最後までご覧ください。まず最初に説明していくのは、太ももがそもそも太くなる原因、細くなる原因、この違いについて理解をしておきましょう。これを知っておかないと、エステに行ったり、ストレッチをしたり、筋トレをしたり、何をしても太ももが細くならない、そういった悩みに悩まされてしまいます。まずはこの太ももが太くなる原因をご紹介していきます。太ももが太くなってしまう原因は主に2つです。まず1つ目は立ち方。2つ目はストレッチ、筋肉の硬さが影響しています。皆さんは今こうやってスマホを見ているときですね、どんな姿勢で立っていますか？こうやって片方に体重かける方いるんじゃないですか？ももの前触ってもらうと分かるんですが、どうでしょうか？足を腰幅にして、人差し指と股関節をまっすぐ正面に向けた状態だと、そんなにね、ももの前張ってないです。これがですね、足の幅を広げて、体重をぎゅっとかけると、どうですか？体重かけた方、めちゃくちゃももの筋肉、硬く張ってないですか？張っている時楽に感じるんですが、逃げた体重を太ももの筋肉でずっと支えてますから、このももの筋肉が常に筋トレ状態。そうすると太ももは外側に張り出したりとか、ももの前の張りが強くなっていきます。どんなにケアをしたりエステに行ってもですね、この立ち方を変えない限りは太ももはどんどん太くなってしまいます。なので普段足は腰幅ぐらい、人差し指とお皿の向きを揃えるようにしてください。これがまず一つ目のポイントです。ただし、この立ち方というのは、そんなにまだ太ももの張りが強くない方には非常に有効です。日常的にこうやって体重かける癖がある方は、無意識に反対に体重をかけ直す癖があります。それをですね、長年繰り返している方というのは、両方のものがパツンパツンに張ってます。もうすでに硬くなってしまっているので、こういった方は今からご紹介するストレッチをしっかりしないと、立ち方を変えるだけではなかなか細くなってくれません。立ち方プラスストレッチ、この両輪で太ももを細くする習慣を身につけていきましょう。今からご紹介していくストレッチは5つ。多そうに見えますが、すぐ終わります。たった5分です。太ももを細くする5ステップストレッチを今からしていきます。ステップを踏むごとに太ももの伸びる強度が強くなっていきます。辛い時は一つ前のステップに戻ってそのストレッチを一緒に繰り返してください。無理なく自分のペースで行いましょう。それでは50秒伸ばして10秒休憩繰り返していきます。まず最初はうつ伏せになりましょう。ファーストステップは足を掴んでももの前を伸ばします。これだけで太ももの前が伸びていきます。こう伸びる感覚ありますか？大腿四頭筋ですね。ももの筋肉が伸びるのを感じて、少し下腹を引っ込めてお腹薄くしましょう。うつ伏せが辛かったら横向きでもいいです。ただこの時に腰が反ってしまうと伸びが悪くなります。お腹を引っ込めてお尻を締めて、できるだけお腹の力を抜かないように、この辺りが伸びるのを感じましょう。うつ伏せ、横向き、どちらでもいいです。あとは呼吸を止めないように長く吸ってゆっくり吐いて、深く吸って目いっぱい吐いて、太ももの前が伸びていくのを感じて、はい、今度は反対側です。繰り返しますね。足リラックスして逆の足を掴んでももの前を伸ばしていきます。はい、スタート。深く息を吸ってゆっくり長く吐いて、下腹薄く、できればお腹の下にスペース作るぐらいですね。おへそを引っ込めておきましょう。おへそが地面から浮くぐらい下腹に力が入るとお腹も締まりますし、ももの前もさらに強く伸びていきます。深く息を吸ってゆっくり長く吐き切る。呼吸を深めるほどに筋肉は柔らかく伸びていきます。ちょっと痛い時は無理しないでくださいね。深く吸って目いっぱい長く吐き切る。これがステップ1のストレッチです。はい、今度同じなんですが、この曲げた状態、反対の膝を曲げます。こんな形ですね。はい、こうするとおへそを地面から浮かしやすくなります。するとももの前の伸びがちょっぴり強くなるはず。お腹を薄く、そしてお尻を締める。深い呼吸を繰り返して、さっきよりもちょっぴり伸びが強くなるのを感じて、
これステップ2ですね。最初にもちょっぴりももの前の伸びが強くなります。これが少しずつ強度が上がっていきますから、自分のペースに合わせてください。深く息を吸う。そしてゆっくり吐く。膝の位置は広がりやすい方はしっかり閉じましょう。ガニ股気味の方や大きめの方は足をしっかり閉じる。はい、いいです。リラックス。今度は反対側いきますね。はい、膝を曲げて逆膝を抱えて、これでももの前が伸びていきます。ゆっくり吸って長く吐いて、おへそを薄く引っ込めてみてください。おへそをガッとお腹を締めるとももの前がさらに強く伸びます。自分の伸び加減をね調整していきましょう。深く吸ってゆっくり吐いて長く吸って限界まで吐き切る。心地いい呼吸を繰り返します。はい。では3ステップ目。今のも今日逆向きです。今度はお尻の下にかかとを置いてこのまま寝転ぶだけ。こんな感じ。はい。これでどうですか？ももの前がさらに強く伸びてきますが、うつ伏せと違って仰向けだとごまかしたりとか逃げることができないので、ももにもも前が伸びてきます。太ももの前の筋肉がピンと伸ばされてますね。ももの筋肉がね結構痛いと思います。ちなみにこれかかとの位置できたらお尻の真下が理想的。かかとの位置がお尻よりも外側に来ると足の歪みですね、膝の歪みにつながってきます。ももの張り出しが気になる方はできるだけかかとはお尻の下。ただ辛い方はねちょっとずれてもいいです。無理しないで選んでください。深く吸って長く吐いて。これ痛い方はねうつ伏せのままでもいいですよ。はい、切り替えます。さあ反対側ですね。見てもらったら分かると思いますが、かかとが外側に来ると膝ねじれてきますね。できたらお尻の真裏。ただこれ結構辛いです。辛かったらかかとの位置、お尻の外側にちょっぴりずれても大丈夫。選んでください。はい、これで太ももの前、大腿四頭筋ですね。そして表面にある大腿直筋、ももの筋肉が伸びてきます。今3ステップ目ですが、これが辛かったら2ステップ目に戻ってください。もしくは次の4ステップ目、ステップ4が逆にやりやすいという方はそちらを頑張ってやってもらってもいいです。自分に合わせて選んでください。目いっぱい鼻から息を吸ってゆっくり吐いて、呼吸を深めるとどんどん筋肉が緩んでいきます。はい、吐きましょう。で今度はですね、ステップ4、かかとの上にちょこんと乗って手をついたら膝を地面に近づける。最初ウォーミングアップ代わりにね、で交互に膝を地面に近づけてもらうといいです。もうこの体勢がちょっと辛いなっていう時はね、ステップ1、2、3戻ってください。形としてはこういう状態。膝は拳1個の幅です。これが開いちゃう方は横脚とか足の歪みの原因です。できるだけ足は拳1個の幅にしていきましょう。特にももの前面や側面の張りをなくしたい方、太ももを細くしたい方は頑張って足を閉じる。余裕があったら両膝を地面に近づける。足を閉じると内ももに力が入りますね。内ももがほっそりしていきます。はい、いいです。行きましょう。では最後はももの前ですが、壁に膝をついてこのまま起こしていきます。結構きついです。そしてまだいける方は背中を壁にくっつける。ももの前の筋肉がねめちゃめちゃ痛いと思います。これで筋肉が喜んでます。めちゃめちゃ痛いぐらい伸ばしていきますが、もう膝とかねちょっと辛いなって時はやめてください。
関節にね、すごい負担がかかってます。ステップ1、2、3、4をちょっとずつやっていってね、2週間、1ヶ月、長くても2ヶ月ぐらいやってもらうと、結構この種目もできるようになっていきます。これ、地面でやると膝激痛なんで、クッションとかはね、挟んでください。忘れずに。深く吸って、ゆっくり吐いて、長く吸って、痛い時ほど呼吸は深く。はい、ほど行きましょう。最後反対側ですね。膝は壁にできる範囲で近づけて、膝はくっつける。そして背中もくっつける。結構左右差があったりします。片方結構簡単にできるのに、反対側めちゃめちゃ痛いなとか、そういった違いがある場合もありますね。そういった方は、痛い方、硬い方は長めにやってください。左右同じ時間、回数する必要はないです。人の体っていうのは左右差があります。歪みがありますから、苦手な方や硬い方っていうのはたくさんやって、左右の歪みを整えていきましょう。深く呼吸を繰り返して、痛い時はね、特に呼吸が浅くなります。浅くなると筋肉は固まってしまいますから、極力深呼吸です。深い吸って、ゆっくり吐き切る。はい、いいです。お疲れ様でした。今どうでしょうか。足を上げてもらうと、最初にも軽く上がる感覚があれば、バッチリできています。このストレッチですね、毎日5分ほどかけて、2週間ほど続けてみてください。必ずものの変化に気づけるはずです。ぜひこの動画のご感想はコメント欄の方からお願いします。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。ぜひこの動画がいいなと思った方は、高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。